皆様こんばんは。バンダイナムコスタジオの技術をご紹介するクリエイターズナイト。今回は鉄拳8、テイルズ・オブ・アライズモデラーが解説、キャラクターと背景の制作・表現方法をテーマにお話しいただきたいと思います。私は司会の吉成です。よろしくお願いいたします。そして今回のゲストはこちら、キャラクターモデラーの小林さん、西村さん、背景モデラーの梶原さん、岡崎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは皆様簡単に自己紹介をお願いいたします。まずは岡崎さんからお願いいたします。はい、鉄拳8で背景を作成しております、岡崎と申します。よろしくお願いします。自分はテイルズスタジオからバンダイナムコスタジオに入り今に至ります。他業種からの転職で前職は設計事務所とかいろいろやっておりました。関わったプロジェクトは全部好きなんですが、特に幻のテイルズ・オブ・エターニア・オンラインや熱血系アーケードゲーム機動戦士ガンダム戦場の絆は特に印象に残っております。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、それでは次に梶原さんお願いいたします。はい、バンダイナムコスタジオで背景をやっております梶原です。私の方はテイルズ・オブ・アライズ・ビヨンド・ザ・ドーンおよびテイルズ・オブ・アライズの背景リード、また鉄拳8の背景リードを担当させていただいていました。テイルズについてはテイルズ・オブ・ジ・アビスより参加させていただいております。よろしくお願いします。お願いいたします。では次に西村さんお願いいたします。はい、バンダイナムコスタジオで、ビジュアルアーティストをしております西村です。自分が関わったタイトルは書いてある通りなんですけども、鉄拳シリーズが一番長く、関わっているタイトルになります。今鉄拳8ではインゲームのキャラクターアーティストの、リーダーを担当してます。その他には、キャラモデラーの採用担当とかも、しています。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に小林さんお願いいたします。はい、バンダイナムコスタジオで、キャラクターセクションでビジュアルアーティストをやらせていただいてます小林と申します。テイルズ・オブ・アライズでは、キャラクターのリードをやらせていただきました。私も岡崎さんと梶原さんと一緒で、ナムコテイルズスタジオからテイルズに関わらせていただいています。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。とても豪華なメンバーにお越しいただいております。それでは本題に入りましょう。キャラクターモデラーについて、お仕事の内容やバンダイナムコスタジオの代表的タイトル、鉄拳テイルズ・オブ・アライズのキャラクターがどのようにして作られたのか、ここだけの貴重な解説をお願いできればと思います。それでは、小林さん、西村さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここから、キャラクターモデラーのお仕事について説明させていただきたいと思います。キャラクターモデラーは 3D でキャラクターモデルを作る職能になります。キャラクターはゲームにおいて製品の顔にもなって、見た目についたユーザーさんから、クオリティラインを意識したり期待される部分が大きくて非常に重要なお仕事になってます。また制作対象はキャラクターモデル以外にもエネミーモンスターとか武器とかカスタマイズアイテムなど多岐にわたります。で、本日はテイルズと鉄拳を題材にして比較を交えてお話しさせていただきます。表現についてなんですけど、イラスト調のものからリアルなものまで幅広いジャンルのビジュアルを表現していきます。テイルズ・オブ・アライズの場合ですけれども、テイルズシリーズの特徴の一つである漫画やアニメテイストの表現の中から、イラストのような印象を踏襲したキャラクターの表現を目指しております。はい、西村さんお願いします。はい、鉄拳ではですね、フォトリアルベースの形状とか、あと質感を表現することっていうのが重要になってきます。ただ凡庸な見た目にならないように、リアルなものを目指しつつも、キャラクター性を出すことっていうのを、重視してます。造形の抑揚とか、あとは金属とかの質感で誇張した表現っていうのを取り入れるようにはしております。で、描画手法とか、あとはテイストの違いによって、
プロジェクトごとに差異があるんですけども、ただキャラ性に合った魅力っていうのをいかに出せるか、作り出せるかっていうのが作品に合った表現を突き詰めて組み込んでいくっていうことで、どのプロジェクトであっても、共通して言えることではないかなと思います。そこが、キャラクターモデラーの腕の見せ所であってやりがいを感じる部分かなと思います。ざっくりとキャラクターモデラーについての説明は、以上となります。この後はテイルズと鉄拳プロジェクトっていうのを比較しつつですね、簡単な制作フローのお話に移りたいと思います。実際のフローについての説明をさせていただきます。で、テイルズについては、Tales of Arise Beyond of the Dawn の、追加キャラクターのナザミルというキャラクターを題材にさせていただいて、鉄拳は平八というキャラクターを例に、制作の流れを紹介させていただきます。でまずは、デザインの確認を行います。キャラクターの個性とかシルエットとかをよく観察して、情報を汲み取っていきます。実際のモデル作成の最初なんですけども、一つの衣装を制作するのにも様々な工程があります。でまずはラフモデルっていうのをマヤでモデリングしていきます。でベースになる土台になるメッシュの作成となります。である程度メリハリをつけてシルエットに影響する大きい形のシワとかもこの段階で入れておきます。でテイルズの場合は、この段階でジョイントの位置を決めてしまって、ラフモデルの段階でアニメーション班とか次のセクションにお渡しをしてゲーム全体の流れを進められるようにしております。はい。鉄拳の方はですね、裸の素体っていうのを、アニメーターさんに事前にお渡ししているので、特にここでは骨を決める作業っていうのはありません。で次に、ハイモデルに移ります。ラフモデルっていうのを、ベースにして G ブラシというスカルプトツールで、シワとかあとディティールですね、そちらを作成していきます。でキャラクターがきちんと服を着ているようなリアル感っていうのを目指しつつも、服の素材を意識しながらシワを作っていきます。で構えた姿勢でできるシワなんかを、意識して、制作をしております。はい、あとは鉄拳はシミュレーションで出したような重力とかですね、張りを意識したリアルな造形っていうのを基本目指してはいます。で格闘ゲームで構えポーズで見ることっていうのがすごい多いので、関節部分とか曲げを意識した作りには、しています。でちょっとここで実機の画面、実機というか制作画面をお見せしようかなと思います。でこれはG ブラシの制作画面になります。で映しているのは、平八という、キャラクターの、服のデータですね。こんな感じで、ハイモデルを作っておりまして、こだわりとしては、こういったよれ感ですね。シワのよれ感とか、モデルで作っているという感じです。最初に大きなシワを作っておいて、後からこんな感じでよれ感を追加しているという感じになります。戻したいと思います。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとハイメッシュテイルズの方も簡単に説明させていただければ。でテイルズの方は、鉄拳と違ってすごい細かく彫り込むというよりはアニメとかイラストの線画のように誇張とか、省略された造形を目指しています。でイメージとしてはフィギュアのような立体を目指しているというのが一番イメージに近いかなと思います。自分はここで質問したいんですけど、はい、ちょっと見ていて参考となる資料っていうのはなんかテイルズではどういったものを集めてたりするんですか？フィギュアの写真とかももちろん参考になるんですけど、嘘のシワを作りたいわけではないんで、やっぱ普通にフォトリアルな資料の写真とか、あとやっぱりデザインとか、あとイラストとかで素敵なシワになってるものとか、いろんなものを資料としては確認をするっていう感じになりますね。はい、イラスト
も参考にするんですね。イラストも結構参考うに、ん、やっぱり省略と誇張が素敵になるようにって感じなんで、なるほど。いいとこ取りをしたいみたいな感じですかね。はい。ありがとうございます。鉄拳は結構リアルな写真とかばっかりなので、ちょっとそこ気になってたので、聞けてよかったです。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次、ハイメッシュの次の工程の説明進みたいと思います。ローモデルの制作をハイメッシュの後にしていきます。で、こちらが実際にゲーム画面に表示されるモデルのデータとなります。で、テクスチャを貼るために UV 展開をしていきます。で、UV 展開っていうのは衣装でいう型紙だと思っていただければ大丈夫です。で、これを対応することでテクスチャを平面図として貼っていくことになります。で、描画負荷を意識する必要があるので、ローモデルの作成の時には頂点数など上限が基本決まってます。で、実際に使用できる頂点数についてはタイトルとか開発機によって異なるんですけれども、Tales of Arise の場合は重要なキャラクターが全身でだいたい3万から5万頂点ぐらいになります。で、Tales はパーティーメンバーとかモンスターとか背景も同時にたくさんバトルとかカットシーンとかフィールドとかで表示されるモデルが多いので、一つのモデルに割り振れる頂点数は、限られています。鉄拳の場合はどうですかね。鉄拳の場合は、顔と髪、あとは素体で約2万から5万頂点ぐらいかなと思います。で、コスチュームを入れると8万から10万頂点ほどにはなるかなと思ってます。テイルズに比べて、出現するキャラクターっていうのが2キャラっていうのは決まっているので、割り振れる頂点数っていうのは多くなっているかなと思います。ただギミックが多いキャラクターとか、あとはレイブンってキャラクターいいんですけど、その分身とかを使うようなキャラクターだったりは、負荷の計測っていうのを見つつ、頂点数の削減対応っていうのをする場合が結構多いかなと思いますね。はい、あとはテクスチャー作成のフローですね。はい、サブスタンスペインターとか、あとフォトショップっていうのを使用して、テクスチャーの作成を行います。デザインへのイメージっていうのを参考にしつつですね、衣装の質感っていうのをしっかり理解して、使用感と、あとは素材の質感、光沢感っていうのを表現していきます。鉄拳の場合は、衣装の色っていうのはユーザーが変えられる仕様なので、テクスチャーへはモノクロベースで表現をしています。画像の通りですね。で、ゲームエンジンの方で、マテリアルの色付けを行って、調整をしております。テイルズも基本的な作成手順は一緒なんですけど、鉄拳と違うとこは、重要キャラに関してはもう最初からデザイン画に合わせてテクスチャーで色を作っていってしまいます。で、アライズの場合で色に対して特徴的なところが、ベースカラー以外に影の色も専用にテクスチャーを用意して、作成しているので、ベースカラーから単に影の色が、明度を下げただけの色にならないように、テクスチャーで鮮やかな色とかを保てるように調整を行ってます。で、ちょっとじゃあここで実機の画面を見ていただきたいと思うんですけども、これが実機の画面なんですけど、影の色だけ調整ができるので、ライトを逆光にして影の色にしたときに、今は青っぽい服なので青っぽい影が入っているんですけど、テクスチャーの影の色のテクスチャーを黄色に変えてあげると、こう黄色っぽい影の色になったりとか、赤っぽい影の色になったりで、かつ影の色だけの制御なので、ライトを回してあげると、明るい時は色は変わらないんですけど、影の時にだけテクスチャーで指定した色になるので、鉄拳とかだと質感とかを細かくディティールとして
入れると思うんですけど、漂白されたシャツみたいな白は青っぽい影にしたりとか、木綿みたいな自然の白だったらちょっと黄色っぽくしたりとか、色とかでも質感の表現をできるようになっております。はい。こんな感じでテクスチャーを、色をベースカラーだけじゃなくて影色も細かく制御していっています。はい、テクスチャーの説明は以上で、次の工程なんですけど、スキニングとウェイト調整、布とか揺れ物とか、動かす部分の設定を行っていきます。重要キャラクターに関しては、テイルズでは基本的にはモデラーさんがウェイト設定も行っています。物理設定だけは、リガーさんとか、専門の担当者の方にお任せすることもあります。鉄拳側もウェイトの調整っていうのは、クロスシミュレーションの設定は、モデラー側で行います。で、極端な動きをする体操モーションっていうのがあるので、それを読み込んで動かして確認するっていうことで、どんな動きにも耐えられるような作り方っていうのを、心がけています。で、ウェイト調整終わって、実際に実機に出して、実際にプレイして、不自然な部分がないかっていうのを確認して、最終調整を行います。これで一通りモデルの作業は完了になります。で、ちなみに表情とかは専門のスタッフ、アニメーションスタッフが担当する場合が多いかなと思ってます。制作フローについては以上になります。はい。じゃあ、ここからちょっと、また、お願いします。はい。ちょっとこだわりどころとかを紹介できればなと思います。ナザミルでこだわったところなんですけど、ケープの毛糸の先であったのが、実際はちょっと毛糸なのかナイロンなのかちょっと分かりにくかったりするんですけど、モデラーさんと、デザイナーと相談して、毛糸に見えるように細かいところまで作り込んだりとか、ケープで普段見えない下の部分までちゃんとモデルだと作り込んでいたりとか、ストーリー進行に合わせてテクスチャーをちょっと変えてみたりとか、いろいろ種類が1キャラに対しても、変わったりしています。事前に見ててちょっと気になったところがあるんですけど、出始めと、その最後でこの顔のテクスチャーっていうのがこう違うっていうことだと思うんですけど、それどういった意図があるんですか？ナザミルっていうキャラクターが、そのストーリーの中でどんどんこう成長していくキャラクターで、最初ちょっとこう内向きな子なんですけど、後半に行くにつれ仲間と出会ってこう明るくなるというか、こう自分を取り戻していくというかになるので、ストーリーが進んでエンディングでこうちょっとこう明るくなって表情がパッと華やいで見えるようにっていうのを演出の方からのオーダーで相談しながらテクスチャーの方とかモデルの方も調整していってます。なるほど。はい。面白いこだわり。結構モデラーだけじゃなくて演出とか、明るく、他の方からこういう風にしたいんだけど、用意してくれるみたいなオーダーをいただくことも結構多いです。はい。ありがとうございます。はい。ちょっと次さらっと。あとナザミルはシルエットのデザイン自体はすごいシンプルなんですけど、ケープとかスカートとか揺れると魅力的になるパーツが多かったんで、モデラーさんだけじゃなくてリガーさんともかなり協力して試行錯誤しながら素敵に動くように、調整していきました。これちょっとプロモーション用に特別に撮ってもらったやつなんでゲーム中ではやらないんですけど、これ僕事前に見てて思ったんですけど、やっぱりなんかキャラクター性に合った揺れ感っていうのはすごい意識されてる気がしたんですよね。結構この重力が少しこう現実よりもこう軽いような感じがして、こうゆるふわ感というかそういうのがキャラクター性に出てるなっていうのがありました。鉄拳だと基本リアルな揺れ感っていうのを表現してるだけなんで、ここはなんか面白いって思いました。ありがとうございます。なんかこう右側のケープのとんがってる部分とか、
リアルに重力つけちゃうとこうシューって下がっちゃって、キャラクターのこうシルエットが保てなくなるんで、結構軽くしてもらったりとかをしてたり、あえて固めてたりはいはい、軽くしてそのイラストの印象を出せるようにみたいなのもしてますね。次、表情についてもフェイシャルアニメーターさんが実際にはつけていただいてるんですけど、ただ動かすだけじゃなくて頬を染めたりとか涙とか眉間のシワとか、より感情を伝えられるように、工夫もしてモデラー側で仕込みもしております。あと髪の毛が結構目元を覆ってしまって隠れてしまうんで、目元が紙でちょっとうっすら透けるようにもしております。はい、こだわりどころテイルズは以上です。鉄拳の方お願いします。はい。はい。鉄拳の方もサクッとこだわりとアプローチを話せればと思います。で、なんといっても今作のこだわりとしては、人体構造として、正確で、かつ大胆なビジュアルっていうのは、表現しています。造形美だけではなくて機能美っていうのも重視して、迫力のある造形を目指したのかなと思ってます。で、あとは人体の素体っていうのは4つの筋肉のバリエーションっていうのを用意してます。レスラーみたいな脂肪を含んだ筋肉とか、あとは水抜きをしたバキバキの筋肉っていうのを用意しております。質問してもいいですか？はい。脂肪とか筋肉量とか、はい、バリエーションを用意してるっていうことなんですけど、はい、それ以外にキャラクターごとに変化させてる部分とかってあるんですか？そうですね。体格調整のパラメータっていうのは各キャラごとに仕込んでいて、でその数値っていうのを調整することで、各キャラクターごとに筋肉の大きさっていうのを形状変化を加えてはいますね。例えばドラグノフっていうキャラは結構腕が長くて肩から肘にかけてもすごい長く設定してるんですね。なので他のキャラよりもその分上腕二頭筋の長さが結構伸びるような形状になってたりはしますね。キャラごとに細かくそういう長さとかサイズ感も調整して作ってる。ありがとうございます。はい。あとはインゲームでの演出なんですけど、パンプアップした筋肉っていうのも表現するようにしてます。血管とか、あとは筋ですね。通常よりもさらにそれを加えたモデル、テクスチャーっていうのを用意して、その演出で出せるようにしております。で、あとは表情の差によって出るシワの形状も結構変えています。で、ノーマルマップっていうのがあるんですけど、それが切り替わる仕組みになっているので、ハイエンドモデルでシワのパターンをいくつか出しております。で、表情の強弱によって出方が変わるんで、基本はトップでシワが出る表情でスカルプトをするようにしています。で、あとは何といっても鉄拳はですね、コスチュームにおける形状っていうのはクオリティとしては誇れる部分かなと思ってます。で、シワの説得力などもあるんですけど、形状が大きい縫い目とかはですね、スカルプトモデルでしっかり制作したりとか、あとは生地のディティールなどはある程度ハイエンドモデルでもニュアンスを入れておくようにしています。それのおかげでより実存感っていうのが出ているのかなと思っております。あとはシミュレーションを使用したシワっていうのも作成してそれをブラッシュアップしていたりとかしていますね。で、先ほども言ったんですけど、キャラの構えポーズを意識したりとか、あとはテンションのかかる部分っていうのも意識してシルエットを考察しながら制作をしております。で、あとはですね、バトルが進むにつれて、汚しがつくように今作はなっています。で、マップで指定した範囲の汚しのパーセンテージが上がっていくような仕組みです。で、汚しマップっていうのはノーマルマップとあと栄養マップから合わせて抽出をする仕組みになっていまして、形状として出っ張っている部分とかは汚れるような仕組みになっています。で、まだまだあるんですけど、
特徴的な部分として、こだわりは以上になります。はい、ありがとうございまあす。りがとうございました。さあ、西村さんありがとうございました。詩は一つでもここまでタイトルによって違いが出てくるんですね。勉強になります。ありがとうございます。はい。そして次は背景モデラーについてです。同じくお仕事の内容や鉄拳、テイルズ・オブ・アライズ、背景に込められたこだわりなどをお話しいただきたいと思います。それでは背景モデラーの、梶原さん、岡崎さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では背景についてご説明させていただきます。背景モデラーとは、簡単に言うとキャラ、敵、エフェクト以外のゲーム中での移動環境全般っていうところを制作する職能になります。具体的には建物や宝箱などの人工物から、植物や山などの自然物、あとは、空や雲、天体などを含めて全ての、天候の変化とかそういうことも含まれています。背景の方は他のセクションよりも、やや地味っていうところがあると思うんですが、ゲーム画面の多くを占めるため、ゲームを遊んだ時の難易度や触り心地など、ゲームの出来不出来にも直結する重要なパートかなと思っております。では、ここからテイルズ・オブ・アライズと鉄拳8を題材にそれぞれの、比較を交えてお話しさせていただきます。まずは背景の表現についてです。バンダイナムコスタジオではたくさんのジャンルのゲームを作成するため、表現の幅が広く、イラスト調のものからリアルなものまで多くのビジュアルを制作します。実は自分も以前はテイルズの背景を作っていまして、その前は戦場の絆でメカニカルな背景も作ってました。実は私も、岡崎さんと鉄拳8を一緒に作っておりまして、そうなりました。はい。で、その前は、エースコンバット7などもお手伝いしておりまして、それぞれ得意不得意っていうのはあると思うんですが、いろいろな表現の背景を作れるっていうのもうちの会社ならではかなと思っております。はい。ではテイルズと鉄拳での表現の違いをお話しします。鉄拳ではフォトリアルベースのリアルなキャラクターたちが存在する世界を再現しています。キャラクターのリアルな形状や質感に負けないように細部まで表現していますが、キャラクターと同様、ただリアルにアウトプットするだけではなく、必要に応じて誇張したり、より伝わりやすくなるように工夫しています。鉄拳8、私も一緒にやらせていただいてたんですけども、ディレクターとかアートディレクターからも、リアルっていうよりはもっといろいろ誇張してほしいっていうところをフィードバック何回かもらったりとかしています。はい。テイルズの場合も、ちょっと鉄拳とはテイストが違っておりまして、イラストやアニメが主題となっています。そのため結構表現方法っていうところが異なってきます。その中でもアライズではアドモスシェーダーを使用したイラスト調のキャラクターが存在するファンタジックな世界を表現しています。表現は異なりますが、どちらのタイトルもキャラクター自体を目指しつつ魅力的な背景になるように気をつけています。はい、ではここから具体的なワークフローについてご説明いたします。はい、ちょっと文字ばかりで見にくいかと思いますが、こちらが、背景の、ステージを、作成するワークフローの概要になります。一見すると鉄拳とテイルズでは全然違うなっていうふうに感じられるかもしれませんけれども、その実作業フローっていうのはそこまで大差がありません。それぞれのゲームの頭身やモデルをデフォルメしたりとかっていうことはあるのですが、作る過程はほぼ同じになっています。ただ、ゲームジャンルが異なりますので気をつけること、リソースを割くところなどは異なっています。実は鉄拳8、先ほどもお話ししましたけども、私の方が先に岡崎さんよりも先にプロジェクトに参加しておりまして、ちょっと格闘ゲーム初めてだったんでなかなか大変で手探りだったんですけれども、作業の流れに関しては、テイルズとかなり近いという形で進めさせていただいております。はい、ワークフローすべてをちょっとお話しするのは今回、大変なんですが、主に矢印がついている部分について2つのタイトルの共通点と
相違点を絡めながらご説明していこうと思います。まずはゲームの概要の確認です。最初に作成するステージの設計図のようなものを決めていきます。それぞれのステージで遊ばせたいことや特にこだわって作りたいことなどを企画やディレクター、アートディレクターなどとすり合わせます。テイルズではシナリオができた後に世界観設定も合わせて決めていきます。ギミックやゲームの内容も毎回違うため仕様の変化も大きいです。はい、鉄拳では主にギミックと見た目のテーマで決まることが多いですが、特にキャラが紐づいているステージではストーリーやイベント内容からもアイデアが提案されます。例えばジンの精神世界や平八ステージなどを紹介できればと思います。はい、鉄拳はテイルズと同じシリーズものなのですが、流れがおおむね一本化されていますので、過去を踏襲してお話を紡いでいくという形になります。対してテイルズは毎回新しい世界を構築するというところがありますので、一から全部、世界観設定を決めていくという感じになっています。同じようにシリーズものとして長くやっているゲームなんですけども、かなり違いがあるっていうところも興味深いかなと思います。はい、では次に、企画の方の使用書をもとにホワイトボックスを作成するというところのご説明します。まずは、サイズ感や距離感、あとは大まかなルートが分かるように簡易データでステージの構成を再現するという工程になっています。本データ作成に向けて気軽にトライアンドエラーを行いたいため、見た目よりもスピード感重視で進めます。企画の方に実際に歩いてもらったり、バトルを行ってもらって、より具体的にすり合わせを進めていきます。ホワイトボックスの時点でおおむねの構成が決定しますが、ゲームができる開発後半でテストプレイなどを参考に修正したり調整をするということもあります。はい、鉄拳では床破壊や壁破壊でのステージ遷移がたくさんあったため、遷移も含めて仮作成してもらっていました。はい、鉄拳では2段とか3段とか複雑なステージがありまして、実際にちょっとバトルしてもらわないとわからないなっていうところが多かったので、はい、遊んでもらって減らしてもらったり増やしてもらったりっていうところをやってもらいました。はい。はい。精神世界とか大変でしたね。はい。はい。床破壊や壁破壊以外の破壊ギミックもたくさん種類があった方が楽しいので、どんどん増えてきましたね。増えましたね。大変でしたね。はい。ではそれぞれのタイトルでホワイトボックス作成時に気をつけている点をお話しします。はい。ではちょっとテイルズの方から。ちょっとテイルズの方は、鉄拳と比べますと、レベルデザインに近いことを、背景班の方もやっております。基本的には、A to B という形で、スタート位置からゴールの方向が分かるようにしております。惑わせたい場合とかっていう時は、この限りではないんですけれども、テイルズっていうところは、シナリオを追って進むゲームになりますので、プレイヤーがなるべく迷わないようにというところで、気をつけております。はい、また、プレイヤーが任意にカメラを変更できるため、スタート位置の見た目が一番象徴的なものになるようにしています。はい、ではちょっと、実機画面を見ながらちょっと説明させていただこうと思ってます。最初はですね、カメラがテイルズの場合は結構こういう感じでプレイヤーさんが任意で変えれてしまうっていうところがありまして、で例えばここがスタート位置っていう形になっているんですが、ここからカメラを動かしてしまって移動してしまうと地面とかだけを見ているような形とかになってしまうので、スタートするところだけでもゴールが分かるようにカメラを立ててあげてゴール位置が見えるっていう風な形で進めています。鉄拳ではゲームの開始位置は何度も見ることになるため、ランドマークをしっかりと決め魅力的な見た目になるようにしています。鉄拳ではステージの遷移や破壊などでステージを移動するため見た目の変化をつけるようにしています。今回の売りである破壊表現は
企画と何度も話し合いを行い、より気持ちよく破壊できるようにしています。破壊について、はい、リアルだけど誇張することで気持ちよく破壊できるように調整を何回もしましたね。そうですね。まあ、やりすぎた感がありますけどね。はい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 。テイルズでは、マップのスタート位置、鉄拳ではバトルのスタート位置のところにでイメージアートを作成しています。ゲームをする上で一番プレイヤーの方の目に触れる位置となるため、特に気をつけています。右側がホワイトボックスで作成した時の状態で、左側はそれを元にアートを描いていただいたものになります。かなり最終的なゴールがわかるように詳細に描いていただいています。背景は1ステージを複数の方でそれぞれ分担して作成していくため、作成する方々が迷わないように、また方向性が違ってしまわないようにするために必要な作業となります。モデルを作成する上で各イメージ以外にも詳細な資料が欲しい時があります。その場合は追加でそれぞれの詳細画などを描いていただきます。モデルのディティールはもちろんですが、イベントで変化する特殊な天候などもアートを描いていただくことが多いです。はい、テイルズの方は街のそれぞれの建造物、鉄拳はコロッセオの詳細画となります。ホワイトボックスアートを参考に、ブロックアウトという工程に進みます。新規作成するものをなるべく減らして効率よく構成できるように気をつけてパーツを分けていきます。分けたパーツはラフな形のものにはなりますが、実際のステージに合わせて配置していきます。こうすることでそれぞれのラフモデルが完成すれば、入り替えることなくステージが完成します。テイルズのビスキントの建物なども別パーツと組み合わせたり入れ替えを行うことで見た目のバリエーションを増やしています。同様のことは鉄拳でも行っています。はい、ラフモデルを本データに入れ替えて配置していきます。同じモデルでも角度やスケールを変えることで違う印象にできます。配置が終わったら終わりではなく、実際にプレイしつつ問題がないか確認して最終調節を行います。特にギミックなどゲームに直結するような部分については、多くの方々にチェックをしていただいたり、テストプレイを行い調整していきます。鉄拳のワークフローの大まかな流れでした。はい、と同じようなことは、アライズの方でもやっておりまして、アライズの方のワークフローはこんな感じになっております。はい。配置が終わりましたら、この後デバッグを含めて、数ヶ月かけてチェックをして、やっと完成となります。はい、1ステージ作成するのに2、3ヶ月、長いものは半年から1年以上かかるものもあります。先ほどワークフローはほぼ同じというふうに申し上げましたが、いくつか異なる点があります。大きく違う点は2つありまして、ライティングと破壊ギミックになるかなと思います。相違があるということは、それぞれのタイトルにおいてのこだわりポイントになるかなと思いますので、最後にそちらについてお話しさせていただきます。はい、まずアライズと鉄拳ではライティングの方法が異なっています。これはいい悪いとかではなくて、ジャンルとかゲームの内容による仕様の違いとなっています。ただ動画を見ただけでは特に大差がないように見えるかなと思いますが、アライズはリアルタイム、鉄拳は事前でベイクをしています。鉄拳はゲームの性質上リアルタイムでの時間変化がありません。またステージのサイズもそこまで広大ではないため、事前にベイクを行うことでクオリティを担保しています。ワークフローの安定化のため自動ベイクする環境も構築していただいています。動画では分かりづらいですが、例えばネオステージでは昼、夕方、夜のデータを3種類持っています。右の画像はコロッセオのライティングデータですが、シチュエーションの違いも別々のデータとして表現しています。こちらはビーチステージですね。はい、3シーンあります。はい。はい。鉄拳の方では、異なる時間帯を
より美しく表現するために複数のデータを持っているという形になっています。一方、アライズではフィールドにおいては24時間リアルタイムで変化するという仕様になっています。そもそもステージ数もサイズもかなりアライズの方は広いっていうところが、鉄拳と同じように時間帯で異なるデータを持ってしまうというとかなり膨大な量になってしまうため現実的じゃないかなというところです。そのために事前ベイクではなくリアルタイムでのライティングを行っています。はい、アライズにおいては時間帯により様々なものが変化しています。はい、夜になると建物の明かりが灯ったり、ホタルが飛んだり、その変化を見るのも楽しいかなというふうに思います。では手法について説明しましたが、こちらは先ほども言った通り、よし悪しではなくて、あくまでもそのゲームを引き立たせるための表現方法だと思います。はい、この間カウントしてみたんですけど、アライズではマップが200エリアありました。多すぎですね。多すぎですね。はい。では次、はい、お願いします。では今回の鉄拳の売りの一つでもある破壊表現についてお話しします。そもそもテイルズと鉄拳では誰によって破壊されるかが異なっています。はい、鉄拳では売りなんですが、アライズでも、多少破壊っていうところが存在してます。アライズの破壊は、プレイヤーが任意に壊すのではなく敵が壊すというものになっています。プレイヤーさんが勝手に壊せるっていうわけではないので、事前にシミュレーションしているバンクのみの破壊になります。でこれが事前シミュレーションの破壊なんですけれども、これはイベントっていう形になっているので、全く毎回同じ絵が流れるっていう形になるので、これを何度もシミュレーションしたりっていうことは必要ないので、バンクのアニメーションという形で進んでいます。これに対して鉄拳は全然また違うと思いますので、はい、お願いします。鉄拳はプレイヤーが自発的に破壊できるため、アライズの方法以外の手法も取っております。では詳細についてご説明します。鉄拳8では破壊表現を大まかに3種類ご用意しました。1、デカールを使用した床などの破壊表現。2、事前にシミュレーションしたバンクアニメーションによる破壊表現。3、リアルタイム物理シミュレーションによる破壊表現です。はいはい、こちらアライズで使っていたのは2だけという形になります。はいはい、アライズでは事前に作成したアニメーションは1種類でしたが、鉄拳ではバンクアニメーションもランダムで何種類か持っていまして、壊れ方が同じではありません。はい、はい、そうですね。なんか今丸2という形で囲ませていただいている電話ボックスなんですけど、こちら最初1種類だけで隣にあるのに全く同じ壊れ方をしてました。そうですね。はい。ただそれだとちょっと困るよっていうことで、2種類作っていただいたっていう形ですね。そうですね。はい。はい。他にも、鉄製の柵など何種類か壊れ方のパターンを持っています。またエフェクト1と2を組み合わせた追加でエフェクトを足してもらったりしています。アニメのパターンとしてだいたい3、4種類ぐらい実は持っていまして、それがランダムで再生されることになっています。特に、リアルタイムシミュレーションと思われがちな派手な表現ですが、ほとんどの表現がプルダウンイットというプラグインを使いまして、マヤ上で事前にシミュレーションしています。このような感じでシミュレーションしてますね。右のやつは完成ですね。カメラの演出を伴って、あとはエフェクトがプラスされて派手な感じになっています。はい。で、先ほども言いましたが、自然な破壊に見えるようにアニメの種類を複数用意してランダムに再生しています。ただ破壊だけだと結構地味なので、エフェクトいっぱい出してもらってエフェクトが重要ですよね。はい。はい、組み合わせでいろいろな表現をしていました。こちらの動画ですね。はい。再生してはい。こちらは1のデカールと2のシミュレーションの合わせ技の表現です。はい。はい。これ結構波状に壊れるっていう風に設定をしてもらって、はい、エンジニアさんに
作っていただいたんですけど、もうかなり作るの難しくて、アニメーションは何度も修正して、はい、すごい時間かかりましたね。はい、でもおかげですごくいい感じで壊れるなっていう感じですね。はい。このステージの繊維だけでなく各フロアに破壊できるモデルが多くて楽しいですよね、プレイすると。はい。特にこのステージバイオレットのステージになるんですけど、バイオレットの肖像が壊れたりとか石像が壊れたりとか結構コミカルな感じで、はい、楽しいですね。はい。バトル中にはあまり見えないんですが、バイオレットの研究施設になっていていろいろなメカなどが置いてあります。はい。ストーリーモードも確か行われていたので、ぜひ見ていただきたいですね。そうですね。はい。で、最後は物理シミュレーションですね。当初は全ての破壊を物理シミュレーションで表現する予定でしたが、処理が重く部分的な仕様となりました。はい。はい。鉄拳はちょっと格闘ゲームなので 60fps で動いてほしいっていうところがありましたので、処理負荷との戦いっていう形ですね。そうですね。はい。気持ちよくたくさん破壊したかったので、破壊ギミックの種類も数が多かったので共存させるのが大変でした。はい。キャラが触れる全てのモデルに揺れるなどの何らかしらのアニメーション、リアクションですよね。それを入れていまして、実は揺れるアニメーションは全て手作業で作成しています。はい、説明はだいたいこれで終わりなんですが、はい、背景の方は最終的には全てのデータを乗っけて問題なく動かしていかないといけないため、ただ単に見た目のクオリティだけを追求すればいいっていうわけではなくて、所有負荷などもやらないといけないっていうところは毎回大変ですね。そうですね。はい。はい。エンジニアさんや、テクニカルアーティストさん、他のビジュアルセクションの人たちとも協力し合いながらギリギリまで粘っていましたね。はい。以上で背景班の話は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。すごい時間帯やステージもそうですが、タイトルごとにプレイしてみてちょっと見比べてみるのも面白そうですね。ぜひありがとうございます。はい。今回キャラクターモデラー、背景モデラー同士、またテイルズと鉄拳というプロジェクト同士でお集まりいただいておりますが、ここでしか聞けないような疑問などをお話しいただくクロストークのお時間とさせていただきたいと思います。まずはちょっとお一人ずついきましょうか。岡崎さんから何かあればお願いいたします。そうですね。何か趣味か何か。映画好きな方多いですよね。多いっすね。やっぱりそこからインプットすることがすごい多くて、やはり仕事に役立ちますね。映画、アニメ、漫画は大体みんな、そうですね。程度は違っても好きだし見るって感じですかね。西村君は趣味ゲームじゃないの？趣味ゲームです。本当にゲームが趣味ですね。毎日ゲームしてますし、いろんなゲームをヘビーローテーションでやってます。そうなんですね。私今声優さんにハマってまして、でその人が出てるアニメは全部見る、お芝居は見に行くみたいな感じになってるので、推し活みたいな。本当に推し活ですね。なんか映画も出られたりとかしてるので、それを見に行ったりとか、なので劇場のお芝居とかもそれきっかけで結構見に行ってるので、時間もお金もかなり使ってます。ちなみにどなたですか？関智和さんです。そうです。スタンエルロン。面白いユニークな方。そうですね。ちょっと面白い人です。大河ドラマ出てます。出てました。知ってる。ちょろっと出てたな。そうですね。小林さんはどうなんですか？映画見るの好きで、見に行くついでに地元のこと思いのほか知らないなと思って、街歩きをめちゃめちゃするようになって、映画見て散歩してなんか美術館とか地元のなんかちょっと見るところを回って帰ってくるみたいなのがちょっと最近趣味になってますね。はい。素晴らしいです。面白いです。なるほど。はい。地元愛が深まります。地元愛が。はい。それではちょっと順番に次に梶原さんいかがでしょうか。
はい、ちょっとピンポイントで恐縮なんですけども、私背景なのでキャラの人たちがどうやって仕事してるのかなっていうのがちょっと気になってまして、西村さんと小林さんに質問があります。はい、結構鉄拳もそうなんですけど、顔とかを作るときに、実際の俳優さんとか参考にされてるんでしょうかっていうところと、結構ゲームであれこれもしかしてこの人じゃないかなみたいな、ゲームとか見てるとあるので、これをこの人にしようみたいなところって、どうやって決めてるのかなとか、誰が決めてるのかなっていうところを、教えていただきたいです。あんまないですか、もしかして。いや、どのキャラにも参考にしてる人はいるといえばいるんですよね。っていうのもまずキャラクター制作する前にキャラのその性格とかバックボーンをもとにどんな印象にしたいかっていうのを、ディレクターにヒアリングをして、すり合わせを必ずはしますよね。その上でそのやりたいそのコンセプトに沿った俳優の名前っていうのが結構必ずと言っていいほど出るんですよ。っていうのもディレクターの中津さんとか原田さんっていうのはハリウッド映画とかめちゃくちゃ見てて、そういう知識も飛んでる方たちなので、名前が上がることはありますね。でただその上がった名前の俳優にそのまま寄せるっていうわけではなくて、なんかその造形のコンセプトをその体現するために造形のそのエッセンスですね、それを拾い上げて、それを軸に近いもの、近い資料っていうのを集めながら造形はしていってますかね、顔については。自分はその背景も週に1回フィードバックいただいてたんですけど、キャラのフィードバックがものすごい大変そうだなっていうのを横で見ていていやそれはもうお互い様じゃないですかいやでも本当にフィードバック自体は本当なんていうの、心に来るものがあるんですよ。みたいなハッとする時があるんで、そういう時はすごい大変なんですけど、勉強になるなみたいなところすごい多いですね。テイルズは鉄拳ほどやっぱリアルではないので、そんなに明確にリアルな俳優さんの何々さんっぽいみたいなのはないんですけど、私デザインもやるので、デザインの時にさっき西村さんおっしゃってたのと同じで、このキャラクターのイメージはバックボーンはこうなので、映画の俳優さんの役の時のイメージだなみたいなのをイメージしてきた時に写真資料とかで俳優さんの写真を貼ったりとかして、ニュアンスとかを掴んでもらうことのために、俳優さんの名前とかモデルさんの写真とか貼ったりすることはあるんですけど、明確にやっぱりモデルに誰々さんとかキャラクターみたいなことはしてしまうと引っ張られすぎるので、やっぱいろんな資料を集めてそのキャラクターのイメージをしっかりちゃんと確立できるようなリファレンスをモデラーさんとかデザイナーさん、みんなで共有するのは目標にしているかなと思います。では次に西村さんお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、小林さん向けではあるんですけど、テイルズって肌の質感とか結構アニメ寄りな印象っていうのはあるんですけど、顔の表現のその差別化っていうのはすごい難しいような印象を受けるんですね。つるっとしてるから、なんかどういった工夫とかあるのかなっていうのをちょっと聞きたかったんですが。テイルズの場合は毛穴とかを描いたりはやっぱりないので、そのちょっと疲れた感じとか艶があるないみたいなのは少し難しいんですけど、描画プログラマーの方と協力して肌がやっぱ綺麗に見えるようなマテリアルを作っていただいたりして、肌はやっぱりキャラクターの一番メインになる部分なので工夫自体はしてます。で、顔のその年齢感とか
性別とかの差別化はやっぱり色と、形状でまず差別化するっていうのがメインなんですけど、書き込み具合とかですかね。テクスチャーでナザミルみたいな可愛い女の子キャラはあんまり書き込まずに、こうライトが顔にパーッと当たったように情報が飛ばし気味なんですけど、おじさんキャラは逆にテクスチャーを結構頑張って書いて、シワとかももう手で書いちゃって情報量を増やしてこうかっこいい感じにしようみたいなのを割とイラストと同じような感じで差別化することが多いですね。割とテクスチャーワークではいそうですやっていね。く。はい。っていうことの方がほとんどです。はい。あとは僕からの質問はそうですね、頭身とか体格をどの段階でこう決めているのかっていうのをちょっと聞いてみたかったんですね。ああ、はいテイルズで。コスチューム込みでこう考えなきゃいけないのか、はいはいはい。それとも素体として考えているのか、どっちなのかな。コスチューム込みで考えていて、はいで理由は素体からがっつり作っちゃうとちょっとなんかアバター感っていうか収まった感じになりやすくなるかなっていうのもちょっとあるので、キャラクターデザイナーの方が描いてくれたイラストの印象がまず再現できる衣装付きのモデルを作っちゃうっていうのが所定になりますね。でなんで後でテイルズやっぱお着替えがあるのでですよね。水着の時に薄着になったりとか。首が長いとかそれすごいわかるアクんです。シデントはあるんですけど、いやわかりますよ。すはいごいわかる。首が長く見えない衣装デザイン、なんか首周りにちょっとこう何かつけてる衣装にしていただいたりとか、モデル骨格は動かせないのでモデルで頑張って力技でなんとかする時もありますけど、やっぱりユーザーさんが一番見るのが一番最初の衣装のイラストなので、そこが一番かっこよくなるようにっていうので作ってます。はい。ありがとうございます。じゃあ最後に小林さんからもお願いできますでしょうか。はい。岡崎さんと西村さん、あと梶原さんもなんですけど、格闘ゲームならではの特徴とかこだわったところっていうのが背景とキャラであればちょっと教えていただきたいなと思います。じゃあ岡崎さん。はい。背景で言うならやはりかっこいいとかダイナミックとかの要素が背景から感じられるように、構成したりとか、モデリングの方もそのような感じで、SF チックな感じであればSF、かっこいい SF とはっていうのも考えながらデザインはしていますね。一応デザインに関しては大まかなイメージとかは専門の人がいるんですけども、それ以外の細かなデザインに関しては作り手の我々が結構デザインしたりとかしたんで、はい、という感じになります。ありがとうございます。じゃあキャラで西村さんあれば。はい。いっぱい特徴とかこだわりはあるんですけど、面白い話をしたいのですけど、特徴としては手がめちゃくちゃでかいです。はい、パンチするので顔の 1.5 倍ぐらい手は大きい。でかい。そんなに結構でかいです。もう比べると全然違うので。であとは足も大きいですし、あと足は長いです。あと女性キャラは現実のプロレスラー、女性プロレスラーよりも1.2 倍ぐらいは大きいんじゃないかなと思います。身長が全体的に肉感とかも全体的になんかこう女性キャラ華奢で可愛いって見られがちなんですけど、あれ鉄拳の世界だからそう見えてるだけでよくコラボキャラとか鉄拳あるんですけど、コラボをした時に、データをいただいて鉄拳の世界に落とし込む、するとやっぱすごい細いんですね、他の世界のキャラクターって。で鉄拳はいかにでかいのかっていうのがすごいよくわかるいろいろとでかい世界で
ですかね。そこが特徴です。ありがとうございます。はい。リアルにいたらじゃあ結構もうやばい。やばいです。身長も嘘ついてますから、あ、そうなんですそうね。なんだ。人とか183とかなんかそんな感じで書いてるんですけど、全然データとしては大きい。2メートル超え2てメートルとるぐらい。かそんくらいそうの。なんですね。いや、格闘ゲームの背景1個言ってもいいです？さっきもお伝えしたんですけど、まずスタートのカメラも、ファイトっていう画面も何十回何百回と見るので、見た目はやっぱりかっこよくっていうのはもう毎回決めになるので、あそこ頑張ろうっていうところがいいこと。あとは背景だったんですか、あれって。ファイトっていうのを背景側で作る。そう、場所はどこにするかはこっちで調整できるんですよ。でも一応プランナーとかがこっちがいいよってファイトボックスの時にこっちとこっちどうしますっつって、じゃあこっちがいいかなっていう感じで決めるんですけど、であとランダムもありますよね。こっち側の時とこっち側の時と2カメラ、プレイヤーによって違う場合があるんですね。2カメラあるところもあるので、その時はそっちもなるべくかっこよくなるように、ただせっかく位置が違うから見た目を変えてあげようみたいな。精神世界がそんな感じだった気が。そうですね。他のステージもそういうのありますけどね。精神世界が正面がなんか鳥居があるっていうところがメインがバーンなんですけど、反対側もなんかちょっと不思議な感じのふわふわした感じの絵をちょっと作るみたいな感じでやってたっていうところと、あとキャラがやっぱり一番目立ってほしいので、結構ホグかけて奥潰したりとか、それは結構やってましたね。そうですね。追加で答えちゃいました。キーワードかっこいいなんですね。そうだ、かっこいい。派手ですね。背景もね、いろいろと。派手、かっこいい。あとは分かりやすいところは言われました、何回も。あと鉄拳ってテイルズと違って実際にあるロケーションがあるじゃないですか。エッフェル塔の前とか。なんかどのぐらいリアルな場所との再現を目指したりとか、あとこういうとこは違うんだよみたいなとこがあれば教えていただきたいんですけど。そうですね。一応エッフェル塔とか、その周辺の人々がこれエッフェル塔じゃないよねっていう感じのイメージはもう持たれたら NG なので、そこはすごい資料を集めたりとか情報は必ず集めますね。で一応プランナーとかディレクターの人とかに説明する時も、ここはこういう感じのことが重要でっていうのはこだわりではないんですけども、ここは外せませんとかいうのは言いますね。この周辺の文化とかはこうなんで、こういうものは絶対必要ですとか、ライティングとかにも影響はしますね。この地域では曇りが多かったらそのような感じの変更であったりとか、保護の要素であったりとかも多分そのプランナーとかはその情報を知らない場合が多いんで、いや別に悪い意味じゃないけど、それプップって笑ってる。だからそれはちゃんと情報としてお伝えして、それは場所の指定をプランナーさんがしてくれても、もっとさらに絵としての細かい情報はビジュアルの方から提案したりするっていうこと。そうですね。それが一番時間かかりますね。結構調べますね。調べますね。見れるので、ストリートビューで見てたりとか、歩きますね。あとニューヨークは定点カメラが設置されてるので、あれをなんか見てました。観察が結構仕事として重要かなと思いますね。なんかフランスステージはフランス大使の方が見学に来られて、で見ていただいたらしいんですけど、もうすごいよくできてるって一応お墨付きをいただいたっていうのだけ、お伝えしておきます。すごい。ありがとうございました。それではちょっとたくさん盛りだくさんのご質問だったんですけど、私からも一つだけ質問させてください。ゲーム開発ってさまざまな職種が
あると思います。その中で皆様がなぜキャラクターモデラーと背景モデラーを選ばれたのかっていうところをちょっとお伺いしたいなと思います。ちょっと順番にじゃあ手前の小林さんからお願いいたします。キャラクターの絵描くの好きだったんですよね。ありきたりなんですけど、その延長で、はい、キャラモデルになっております。はい、ありがとうございます。志村さんいかがですか？はい。僕はそんな信念があったわけじゃないんですけど、でもやっぱ漠然と業界目指してて、入って、で、会社で最初に教わったのがモデル作りだったので、まあ、そこから延長でずっと作ってるっていう感じですかね。まあ、適性があったっていうことだと思います。はい。ありがとうございます。梶原さんいかがでしょうか？はい、私は本当入ったのがもう結構昔だったので、その当時はもう UI もキャラも背景もエフェクトも全部作んなくちゃいけないっていう状態だったんですけども、いろいろやってる中で一番そのゲームを調整するとか企画の人と協力して作るっていうところが、背景だったかなっていうのがあったので、背景楽しいな、結構地味だなとは思いながら、でも楽しいなと思っていたので、それで背景の職能っていう風になりました。はい、ありがとうございます。岡崎さん。はい。理由は先ほどちょこっと言いましたけど、業界に入ったのはふわっとした感じだったんですけども、実は学生時代日本画の風景画をずっと制作していまして、その流れで仕事にするんなら風景背景を制作していきたいというのでこの分野に進んだというかはいそうですね。ありがとうございます。はい、それでは皆様貴重なお話ありがとうございました。ではちょっと最後に私の方から宣伝させてください。バンダイナムコスタジオの公式 YouTube チャンネルやホームページ、公式 X などでは、このようなゲーム開発の裏側や技術などについての情報を発信しておりますので、ぜひご覧になってください。それでは、ちょっと長いお時間ありがとうございました。また次回もお会いできればと思います。さようなら。さよなら。